レオパードなんで目標のような感じのメイクにしたくて、上に上げたり強めでやってる時になんかあれ自分表なんじゃないかって思うぐらいの感覚でやっちゃった方がいいと思います。ちょん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 って混ぜて、表なんかじゃこんにちは、松崎まりんです。今日は、アートメイクをやるんですけど、レオパード柄のアートメイクをやってみるので見てみてください。ちょっとマットな質感にしたかったので、この2点はすごいマットな感じになるのでおすすめです。で、今回アートメイクなのでベースはもうささっと流します。シャドウベースなんですけど、こっちは全部のシャドウの色がすごいはっきり出るので、何をするにもおすすめのやつで、今こっちのタイプのやつはちょっとブラウンっぽいベースになってるので、これをアイホール全体に入れました。で、今回アートメイクなので本当にもう顔に絵を描いている感覚なので、立体感を出すようにまずこっちの明るい方でこの立体が出る明るくしたい部分につけました。で、最後にさーって一塗りすることで色の境目がなくなるんでなじませてください。ラインを跳ね上げ、猫目になるように結構太くがついて、あとはひたすらヒョウ柄を描くんですけど、ヒョウ柄のまずでもここで一発目やるよりなんかちょっと紙とかにヒョウ柄描く練習してからこっちにやる方が、ここ手に描くとかやった方がよくて、なんか丸描くんですけど、丸をなんかちょっとうにょ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 って描いて、目に描くときはちょっと大きめに描いた方が、細かく描いちゃうとボツボツみたいになるんで、ヒョウ柄を描くときはもう大きく、もう丸いこういうのはもう3つ4つでよくて、あとはなんかもうちょんちょんちょんってしていればぽく見えるんで、ここはそんなに重要じゃない。ここもかなりオーバーめにやるのがポイントです。で、次に結構大量なこれとかこれの一番濃いやつとか全部使ったんですけど、ちょん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 って混ぜて、すごい濃い焦げ茶色みたいな、ここに塗ったブラウンよりは絶対濃い色で塗りたくて、すっごい濃い色を作って、この丸の中とかだけにこうやってちょんちょんってちょん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 ってやって色の境目ができるので、でこう黒に近いぐらいのブラウンなんで、もう焦げ茶より絶対暗い色なんですけど、これはこういう線のところとか影になるように、これはもう影作りみたいな、一応ブラウンの中にも何個かちょっと影を作ると濃くなるんでやってみると分かります。で、これは一応なじませるためにこのツヤをちょっとマットな感じで消したいので、さっき書いたリキッドってどうしてもツヤ出ちゃうんでこうやってやります。まつげはでもあんまり今はアートが大事なので、そんなにまつげは気にしなくていいんですけど、目尻が長めのつけまつげを選んでもらえれば大丈夫です。で、ラインを結構オーバーに引いてるので、実際目があるところよりもだいぶはみ出してつけちゃって大丈夫です。
下マスカラは結構ボリュームのあるものを使ってやるだけなんですけど、そんなに下のまつげには重点は置かなくて大丈夫です。あればみたいな。で眉毛なんですけど、これももう濃い色で自分の毛が生えてるところもさーってなじませるんですけど、ここに描いたシャドウとこう一緒になるように、もうここはもう全部1個のアートとして全部つなげちゃって、でここも全部ここはつながりが大事なので、全部こうやってピーってつなげます。でここだけ何もないのもあれなので、結構見てもらうと分かるんですけど、アートを眉毛の下ら辺まで描いちゃってください。もう全体のベースをピーってやるときにこの明るい色を使ってるので、もう一回この色を使ってこう馴染むように、目のこのつながりで使ってるやつも全部こことかにも塗って、下を暗めに重たくしたいんで、こっちの色使って、同じメーカーなんでラメ感が一緒なので、こっちで上のベースでこっちで下のベースをこう作っちゃってください。でチークはマットだけどちょっとラメ感があるもので、これを使ってもう結構もう目の下からがっつり上に行く印象で入れちゃってください。リップはもう結構これ見てもらえば分かるんですけど、もう真っ赤っていうよりはちょっと赤黒い感じのリップを選んでもらって、で綺麗に塗るんじゃなくて、もうバーバーバーってはみ出ちゃうぐらいで、結構はみ出てるんですけど塗っちゃって、そのままの塗り感の質感よりはもう最後にポン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 って、でこれもマットな感じで、でもまだツヤ感あるなって思ったら、もう手とかで一回浅えちゃうと結構マットな感じでまとまるのでおすすめです。カラコンは今回もそのレオパードがアートメイクのテーマなので、発色のかなり猫の目みたいなのになるようなブラウンのやつを選んでて、直径が大きいとちょっとアートメイクに目が行きにくくなるので、あくまで直径のちっちゃい色だけ出してるみたいなやつを選びました。今はこのヒョウ柄のアートメイクみたいな感じでやったんですけど、なんかハロウィンとかにも使えるのでぜひ試してみてください。松崎マリンでした。バイバーイ。もう友達に見せたらコーヒー豆に見えるって言われてマジかって思ってやり直したんですよ。喋っていいんですかこれ。もう喋りまくっていいんですか。ピーみたいな、ジョンピーみたいなわかるかな、わかりますかね。ヒョウ柄を描く説明、ヒョウ柄の画像を見ながら一回ちょっとヒョウ柄の練習をして、それをここに描く。まつげって説明しましたっけ。まつげはまだしてないです。先の方がいいかな。なんか順番的にはまつげ先でした。そうまつげだったのでじゃあどうしたらいいですかね。色だけ出してるみたいなやつを選びましたよっよっ大きい目の流れを作れるように5ミリぐらい重ね合わせます。目を大きくここはがっつり入れてください。ギャルの定義なので。でもギャルこんにちは、松崎マリンです。日本の雑誌のジェリーや箸絵などに出させてもらいながら109ブランドで普段アパレルをやっています。今日は夏をテーマにしたギャルメイクをやっていくので、
最後まで見てください